お願いします。マラソンのためとかではなくて、純粋に5000メートルの自己記録をここ最近ずっと更新してないので、更新したいなっていう気持ちで今走ってます。久しぶりの1000m の練習でしたけど、今の現状春先のトラックに向けて、いい練習ができたと思います。まだペース上げきれてないので、まずはちょっと触りというか、今の現状を考えて今後につなげる、ちょっと一歩手前のペース設定でしたね。お願いします。大丈夫だ。マジ頑張ろう。74秒9。ちょっと耐えよう。76秒台でいいから。はい、60。これ75しっかり取ろう。65。70。よし、はい、行きます。はい、よーい。はい。76秒4。はいよ。このままね、そのままあんま離れないで。トラックシーズンに入る前の結構大事な練習っていう感じではあったんですけど、ちょっとその大事な時に体調は持っていけてないっていう感じはやっぱり自分の今の反省点ではあるんですけど、その中でも沢柳さんがいつもおっしゃられてる入れたい刺激を入れるっていうのと、ダメでも8割はしっかりやりきるっていう部分は、ギリギリそこはちょっとやりきれたかなっていうふうには思います。はい、行きます。よーい。はい。そういうパターンが多いです。みんな引っ張り合ったりとかもしますし、今ランニングコーチがうちいるんですけど、それをそこに手伝ってもらうかどうかも選手に決めさせてますんで、今日のパターンはちょっと矢田が引っ張る、力のある矢田が引っ張ることになりましたけど、でも選手みんなで交代交代で引っ張るっていうのが多いですね。5秒2。はい、76。
は私1万メートルよりは本当は5000メートル速くなりたいっていう気持ちが大きくて、短いなら短い、長いなら長いっていう方が好きで、だから1万メートルよりはマラソンの方が自分には合ってると思うし、好きです。15分1桁、14分台いけたらいいなっては心の中では思ってるんですけど、なんか欲を言えば日本選手権で優勝を狙えるぐらいのタイムで走りたいと思います。結構今日前に進んでるから、ちょっと中だるみだけね、気をつけて。自分がいけてると思って飛ばしたから、すいません。これちょっと余裕あります。そうです。そうですね。やっとトラックシーズンが始まるかっていう感じの、まあちょっと実践的っていう練習やって、まあ、きつかったんですけど、体に入れたい刺激はまあしっかり入れたんでよかったかなと思います。はい。はい、今。はい。やっぱり長距離種目ですので、まずは距離に対しての、やっぱりその能力を上げとかないといけないなというのは思ってます。それにその上で、その大会目標に向けて必要なスピード刺激を入れていくような形ですかね。駅伝はやっぱり日本の文化ですし、もうずっと昔からこの駅伝で、スピードとかロードの走り方を磨いてマラソンにつなげてきたという日本のやっぱり強くなる一つの流れがありましたので、ここはつながっていると思いますね。はい。同じメニューの時はできるだけみんなと走ってます。割と気持ちよく走れたかなと思います。お願い。ちょっとやだいいから今日あんまり惑わされないでいけてるから、さっきのこっちで。はい。しっかり落ち着いて。はいよ。はい。22。はい、5秒9。はいよ。なるべくリラックスね。ま
自分らしく入れるところかなと思っていたので、実際に見学に来させていただいた時に選手と監督がぶつかり合ってるところを目撃したんですけど、なんかそれがすごい自分の中では刺さって、こんなに信頼関係があって言えるのかと思って、なんかここだとその肩に力を入れずに自分を出しながら上のレベルにいけるかなと思ってエディオンを選びました。その普段の生活とかではすごい皆さん仲良くされてたりとか、なんかそういう楽しそうな雰囲気と、そのやる時はやるっていうオンオフの切り替えがすごくメリハリがついてて、そういうのがすごいいいなっていう風に感じて、その雰囲気の中で練習が自分もしたいなっていう風には感じました。本当にみんな仲良くて温かくて、すごいいい人たちの集まりっていうか、その中でもしっかり自分のやるべきことをして目標に向かっていくところがすごいいいところだなと思います。お疲れ。はい。ありがとうございます。お願いします。お願いします。チャラ。こらこらこら。止まらないよ、止まらない。率直にまず楽しかったなっていうのが第一印象で、後々勝ちきれなかったってところの悔しさが湧き出てくるんですけど、いい経験になったと思います。 MGC 獲得っていうのとタイムは2時間23分で走るっていうところが目標でした。練習もすごく追い込んでっていうよりかはまずはスタートラインに立つっていうことを優先してやってきてたので、ここまでいいタイムで走れるとは思ってなくて、初めは MGC の2時間27分っていうのを頭に置いて練習をしていました。練習をやっていくにつれて自分で距離を踏みながら質も上げることができたので、感覚は良かったので、初めは2時間27分って言われていたけど、それこそスタート前は2時間23分っていう目標に変えることができ、またスタートラインに立つ時は疲労も取れていい状態だったので、良ければもうちょっといけるかなっていう感覚はありました。練習自体が今回初めてのマラソンだったので、まずはスタートラインに立たせること、それを重視しましたので、少し抑え気味の練習にしてます。なのでその部分で2時間20分まではいかないかなとは思ってたんですが、やっぱそこは彼女のやっぱり能力かなと思いますね。ちょっと具体的には分からないですけど、でもまだもう少しいけますよね。まずはオリンピックに行くことです。次は、アジアになるので、そこまでタイムは求めれないかなっていうのがあって、アジアでは優勝っていうのがまず一つ目標で、オリンピックの年までに日本記録狙えたらなって思うんですけど、そこも第一優先はオリンピックに出るっていうことなので、タイム的にはいつか日本記録を更新したいなっていうのが目標です。気候が暑いので
そこまで海外の方もタイムを狙いに来るっていう試合ではないのかなって思ってて、その中でも頭よく後半まで体力を温存するっていうレースが一番勝つのに近いレースになるのかなと思います。まずそうですね、着実にチームとして成長できてきたなというのは感じてますし、うちのやっぱり主要区間を走る選手たちが本当こう着実に成長してきてくれてましたので、そこが大きいと思います。どうですかね。ちょっとスタートしたばっかりなのでまだ何とも言えない感じなんですけど、また新しいこうフェーズというかチームとして成長する上では必要ですし、楽しんでいきたいなと思ってます。みんなで一斉に言う目標目標は連覇です。はい、プレッシャーは感じますか？私はまだなんかプレッシャーっていうよりかは、キャプテンも変わるっていうところと、去年こう活躍してくださったその先輩が抜けて新しい後輩が入ってきてくれたってことで、全然こう雰囲気が変わっていく中なんで、2連覇っていう目標は掲げてるんですけど、なんかまたこう一からチャレンジっていうか、なんかこうみんなでこういい意味でこうキラキラしながらその2連覇っていう夢っていうところを追いかけたいなってすごい思います。はい。